東京ゲームショウにご来場の皆さん、こんにちは。皆さんもご存知の通り、なんと逆転剣士2の発売が決定しました。どうやらゲームの中身も前作から進化しているようですぞ。今日は進化した逆転剣士2の発売決定を記念してシリーズ史上最強のライバルを決めるオーディションを行いたいと思います。静粛に静粛に。シリーズ史上最強だってワクワクするね、のこちゃん。自分は新ライバルが出るたびにいつも胃がキリキリするっす。お二人には審査員として参加していただきます。オーディションではルールが大事ですからな。ルールのしおりを読んで公平な審査をお願いします。公平な審査、時間割通りに進行、裁判長に逆らわない。ルールは厳守。ルールさえ守ればあとは何をしても OK。 実際のゲームとは異なるので深く考えてはいけない。細かすぎて見るのが嫌になったっす。そういえば三剣検事はどうされたのですかな。今朝は執務室に一人でこもっていたみたいっすけど。遅刻とは困っちゃいますな。まあ主人公がいないからといって予定は変更できません。早速新ライバル候補の皆さんに登場していただきましょう。まずはエリート国際捜査官ロー・シリュウ。ロー氏曰く史上最強とはロー一族のことなり。逆転剣士のライバルといえば俺に決まってるだろ。次のライバル候補は完璧を求める剣士カルマ・メイ。あれ、カルマン検事がいないっすよ。ああ、うっかりしておりました。カルマ検事は私に鞭を振るったので失格とさせていただきました。カルマ検事が失格っすか。裁判長に逆らわない。彼女はルールを破ったのです。ははは、今日の私は一味違いますぞ。進化したのは私も同じですからな。確かにいつもの裁判長より強そうっす。気を取り直して次のライバル候補の登場です。あんた三剣検事が主人公が新ライバル候補っすか。新ライバル候補がまさか三剣検事とは。いきなり逆転してしまいましたな。被告人を全て有罪にする、それが私のルールだ。被告人はどこにいるのだ、糸のこぎり刑事。その懐かしいセリフはまさか三剣検事記憶喪失なんじゃないっすか。あんたすごくでかい単行部ができてるぞ。この単行部が原因で記憶喪失になっちゃったんでしょうか。誰だ君たちは。勝手に単行部を見ないでいただこう。なんだか初めて出会った頃の雰囲気に似てるっす。見た目は老けてるっすけど。どうやらここ数年の記憶がなくなっているみたいですな。ゲームが進化してるのに主人公が昔に戻っちまったっす。それじゃあ退化してるじゃないですか。どうやら三剣検事の記憶は混乱しているようですが、そろそろ時間ですのでオーディションを再開しましょう。でも三剣さんは主人公なんですよ。新ライバル候補として現れた以上責任は取ってもらいます。そんな。まあ
こうなっちまったら腹くくろうぜ、ケンジさん。俺とあんた、どっちがライバルとしてふさわしいかをな。誰だか知らないが、いいだろう。挑まれたら、叩き潰せ。私は、そう師匠に教えられた。三剣賢治と老捜査官。どちらがライバルにふさわしいか、勝負していただきましょう。何なのだ、この妙なメーターは。それは観客の皆さんからの人気を測るメーターです。法廷では証拠が全てですが、オーディションでは得点が全て。さあ、観客の皆さん、投票を始めてください。あらら、ローさんの方が人気みたいですね。はっ、観客の方がよくわかってるじゃねえか。素人どもが、この私が負けるだと。裁判長、どうしてあなたが。疑問が残る間は判決を下すことはできません。どうやらこのオーディションで不正が行われたようですな。不正だと。老捜査官、観客の皆さんに見覚えはないですかな。観客？まさかあいつら。観客のほとんどがローさんの部下じゃないですか。組織票で人気を得るなんて卑怯っすよ。残念ですが、一度でも不正を行えば失格となります。ちょっと待って。もちろん部下の皆さんにも退場していただきます。オーディションでは公平な審査が大事ですからな。皆さんよろしいですかな。老捜査官が失格となったのでオーディションも終了となります。候補が一人になっちゃったらそりゃ延期ですよね。いいえ、延期ではありません。新ライバルは三剣賢治に決定ということです。だって主人公なのに。最強のライバルか。悪くない。本人が一番乗り気っす。逆転賢治2の新ライバルは三剣礼二に決定。誰ですかな。まだまだ甘いな、三剣。先生。カルマゴー賢治、なんでここにいるっすか。このしおりに書いてあるであろう。ルールは厳守。ルールさえ守ればあとは何をしても OK。 実際のゲームとは異なるので深く考えてはいけないとな。なんすと。このケンジさん、顔も言ってることも怖いよ。三剣、今までのライバルたちを思い返してみるがいい。我が輩こそが完璧で最強のライバルだと言えるだろう。確かに先生は完璧だ。私など足元にも及ばない。人気を測るメーターなど我が輩にかかればこの通りよ。証言や証拠がなければ作ればよい。情報の操作などたやすいものよ。被告人の有罪も新ライバルも全て我が輩が決めるのだ。カルマ賢治、私の前で不正は許しませんぞ。ルール違反です。退場していただきましょう。裁判長、我が輩が貴様、まだ話は終わってんな。先生が完璧で無敗のカルマ賢治が裁判長に負けるとは。いや、
完璧だった私にも屈辱を受けた記憶がある。それも何度も同じ相手に。あれは誰だ？頭が痛い。何かを思い出しそうだ。そうだ、青い服を着ていた。青い服の警備員。みつるぎさん、しっかりしてください。三雲くんか。驚かせてすまない。みつるぎさん、記憶が戻ったんですか？先生、いや、カルマ検事の姿を見て思い出したのだ。まあ、何にせよ、記憶が戻ってよかったっす。さ、その派手な服を着替えるっす。ずっとこの服を着ていたというのか。年がいもなく、なんという不覚。いやー、やっといつものみつるぎさんが戻ってきましたね。なんで記憶を失ったりしたんですか？よくは覚えていないが、今朝は執務室のソファーでくつろいでいたのだが、その時誰かが執務室を訪ねてきたのだ。その人物と話している最中に頭に衝撃が走った。誰かに殴られたんでしょうか？執務室の額縁が落ちていたから頭にぶつけたのだろうな。なぜかあの時木槌の音を聞いた気がするのだが。三剣検事、雑談の時間は終わりにしましょう。そろそろオーディションの終了時間になりますからな。待った！一人で主人公とライバルの二役をやるなど不可能だ。そうっす。ボケとツッコミを両方自分でやるようなもんっすよ。主人公とライバルはそんなイメージなのか。異議は認められません。三剣検事、一人二役でも良いではないですか。一人で両方やれば有罪無罪も自由自在ですぞ。自由自在に判決を操る。まるで彼の考えと同じだな。被告人の有罪も新ライバルも全て我が輩が決めるのだ。これこそ最強のライバルではないですか。往生際が悪いですぞ。まだ何かあるのですかな。公平性を重んじるなら説明が足りないのではないだろうか。はて、何のことでしょうか。あなたはこのオーディションでやけにルールにこだわっていた。ルール違反をすれば即退場など、いつもの温厚なあなたらしくない。それに有罪無罪を操るのが最強のライバルだというのならば、裁判官であるあなたが一番ふさわしいではないか。まさかそれって。裁判長、あなたが本当の新ライバルなのだろう。裁判長さんが新ライバル。さあ答えてもらおうか。素晴らしい推理ですな、三剣検事。さすがこのゲームの主人公です。ではやはりあなたが。私の口から説明する前に、まずは開発者の皆さんにお聞きしましょう。ここからは2010年9月に行われた東京ゲームショウでのステージをお見せしよう。当時の開発者たちの発言にご注目いただきたい。さあ、ここからのステージは逆転シリーズ最新作逆転検事2を開発スタッフのお話を交えながらご紹介していきたいと思います。どうぞ皆さんご期待ください。逆転検事2プロデューサーのカプコン江城です。よろしくお願いします。お願いします。はい、逆転検事2ディレクターの山崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では今日は気になるいろんな情報を
はい、もう最終日なんでね、はいもうギリギリまでギリギリまで情報公開したいと思いますね。はい、皆さんの気持ちをですね、はい受けて、私、お二人に根掘り葉掘り聞いていきたいと思いますので、はいよろしくお願いします。はいよろしくお願いしさあ、そして、この逆転剣士2、気になるところが、はい一体、今までのおなじみのキャラクターですね。はいはやっぱり大活躍ということでいいんですか？そうですね。はい、これははいディレクターから。はい、今回もお願いします主人公は天才剣士三剣礼二が務めます。はい。そしたらもちろん彼の相棒である伊藤の小切刑事も登場しますし、はい前作から登場してます大泥棒の少女みくもちゃんもみくもちゃん。元気いっぱいに登場する予定になってます。はいみ。くもちゃん、おなじみのキャラクターがまた所狭しと、はい、そうですね楽しく事件の捜査というこをとですね。しますね。はい。さあキャラクターときましたらシステムも、はい、そうですねちょっと気になるところはい、ですね。おさらいという形で、はいおさらいをしていきたいと思います逆転剣士のシステムを絡めながら、逆転剣士2のシステムどうなってるかっていうはいそうですね説明をしたいと思います。逆転剣士2なんでね、逆転剣士1のシステムはもうそのまま引き継いで、はい受け継いで、はい引き継いで事件現場に潜んでる。矛盾ですね、矛盾とか謎を見つけて、情報とか、証拠を集めて、でこの真ん中の、画面に出てるロジックっていうのでね、はい情報とロジックモード情報のつながりを推理してまとめると新たな情報が生まれると。でそこで、集めた情報や証拠を使ってですね、当然事件なんでね、怪しい人物とか、はい関係者が出てくるんですけど、その彼たちと、バトルというか、はい熱い駆け引きがあって、駆け引きで事件のね、これ意義ありで出てますけど、そういう形でおなじみの証拠にをつけちゃって意義ね、ありそれで進めていくっていう感じになりますけども、はい、システムのお話を伺いましたけど、はいやっぱり逆転シリーズというと、うんこうストーリーの方もそうですよね独特と言いますがやっぱり気になるところなんですけど、そうですよねはいこれもちょっと聞きたいですよね。逆転賢治の時のストーリーもそうなんですけど、どっちかというと逆転賢治はですね、ゲームをしっかり作りましょうというところで、どちらかというと三雲のね、そうですお話ねね。1の時は、事件全体がこう三雲ちゃんを中心とした事件が起こって、それを三木が解決するという形だったんですけども、はい今回、これね2はちょっと違った思考にしようかな思考をと変えた感じ、そうですね思ってまして、で、2のプロジェクトを立ち上げた時に、もうシナリオをとにかくがっちり作ろうぜと。はいいうので、ディレクターとですね、僕も含めて、はいあとキャラクターデザイナーの岩本さんと、はいはいスタッフ、あと数名で、はい3日間、4日間、4日間ですねはいがっちり合宿したんです。合宿をシナリオ合宿で、はいシナリオ合宿本当に、は朝から晩までがっちりやりました。大変でした、うんずーっともうご飯食べてる以外ずっとミーティングやってる感じ本当ですかもう寝るギリギリまでやってました。本当ですか、はすごい、そこではいいろいろアイデアですよね、今度はこういう話にしよう、こういうトリックにしようとか、こういうねキャラクターの、そうですねこういうトリックだったらこういうキャラクターがいいだろうとかっていうので、なるほど、もういろいろガッそうですねと詰めてね。話をしてその結果、今回ちょっとテーマとして、三剣自身の問題にフォーカスをした、はい三剣自身の物語を語りたいなと、三剣自身、はい、そう思ってるんですよ。はい彼にねすごい大きな事件が起こるんですけども、はいお話を通じて彼すごく苦悩する場面が出てくるんですよ。そうですね。へ三剣の葛藤を描くというのをテーマにやろうかなと。はい逆転裁判シリーズの三剣ですとやっぱクールなイメージなんですけど、そうですねはい今回逆転賢治はね逆転裁判シリーズは見られない新たな三剣の一また面が、ちょっと違った側面が見えるかなと、見れるんじゃないかなと思いますね。新しいシステム、ロジックチェイス。そうですね、はい、こっちちょっと説明したい。まずはこの、新しいシステム、まずはね新システム、はいロジックチェスというシステムなんですけども、こちらどういうものかと言いますと、今まで逆転シリーズというのはですね、証人ですとか犯人の証言の矛盾を指摘してそれによって嘘を暴いていくというゲームだったんですが、今回ですねなんとその証言すらしてくれない相手というのが出てくるんですね、全く口を閉ざしてしまって何も話をしてくれないと、そういう時にそいつからどうやって情報を引き出していくかというのをゲームにしたのがロジックチェスですね。すごく画面見てもらって分かると思うんですけど、すごくシンプルな操作なんですよね。でよく見ると下の黄色いタイマーがね、そうなんですよね。時間が今回逆転シリーズで初めて時間制限の遊びを入れてるんですね。そうですね。時間制限、
ある時間の中で、はい選択肢をそう推理してどっちかを突きつける、そうですね、相手からいかに情報を引き出すかっていうゲームなので、はいあんまりこっちが黙って待ってるあーなるほどと向こうもイライラしちゃうというのがあるので、相手できるだけ早く答えないといけないっていうのがなるほど、時間も勝負にそうですにもなってくる感じですね。さっきディレクターから出た、今回法廷じゃないんで舞台が、はい当然証人とかは口閉ざしてるんですよ、別に喋ることないしみたいな、はいなのでそうですね三剣が何とかしてこいつの口を割らせなきゃいけないっていうことで、シンプルな操作でどっちかの、今質問をぶつけるか、でぶつけると相手リアクションするんで、はいそのリアクションを見て様子を見るか、そうですね次の質問をぶつけるかっていうのをなるほど時間の中で考えるっていう、はいスリリングなね、そうですね、はい相手との駆け引きがすごく重要になってくるところなんですけれど、こちらの質問に対して向こうがどういう反応をするかを見て、もし相手がちょっと怒ってるようだったら、はいここでまた質問を投げかけてしまうと、もっと怒らせてしまうっていう場面もありますし、そういう時はちょっと様子を見てみたいですとかなるほど、逆に相手がちょっとひるんでる時はもう、質問を投げて攻めてみたいですとか、はいそういうところの駆け引きになってきますね。はい今回ね、盗みちゃんも大幅にパワーアップして、そうですね。あとパートナーが今回やっぱ糸のこぎりとか、はいあと他にもちょっと出てくるキャラクターがいるんですけど、他にもちょっと今回はパートナーもきちっとゲームに参加してくれるんで、えーパートナーならではのね、遊びも今回用意しているということで、面白いそこもぜひ期待しておいてもらいたいですね。はいありがとうございます、逆転現実はね、はい新しいキャラクターも今回どんどん作ってるんですけど、今回もキャラクターデザイナーははい岩本さんにもちろん参加してもらってるんで、この場でぜひいろいろお話をデザインのお話をはいね聞けたらいいと思います聞いていきたいとので、思います、はいそれではステージの方にお呼びしたいと思いますそれではどうぞキャラクターデザイナーの岩本達郎さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいがそうですね、はいここはもうキャラクターデザイナーとディレクターの方からいろいろキャラクターの紹介をそうですねしていきたいと思いますので、じゃあはい右端のじゃあこのキャラクター早速、真ん中にね、そうですね。ちょっとだいぶ気になるやつがいますけど、まずはまずは右側置いといてルポライター。はいルポライターから、はい僕がキャラクターデザインをするときに、はい最初に、こいつはどんなやつにしようかとかどんなやつなのかっていうのを考えたりするんですけど、そこで、元気なやつにしたいそうですね。ですけど、元気なだけでは今までもいくらでもいるんで、元気生命力生き残るサバイバルみたいな連想ゲームみたいな感じで。点と点は線になったんですか、だったらじゃあありとあらゆる生活というか生き残るための荷物を持ってるやつにしてしまえ、そうですね。こいつルポライターなんで取材のためにはい泊まり込みとかもたくさんすると思う。うまいことそことも合致してどこででも取材に行けるとそのための罠ですかあれ何がですか？なんかリュックの横にあれはトラバサミと言われる、はいなんか捕まえて捕まえて食べちゃうん生活するために、はいサバイバルですよね、はいサバイバルで生き残るためにバイオハザード4とかにも出てきたオマージュの意味も違うオマージュの意味もあるんで、なんかデザインの肩のあたりになんか字書いてるじゃないですか。そうですねなんかはいあれはスポンサーを取ってくるという生命力もあるでスポンサードされてるんですねすごいシリーズをプレイされていればこういうって書いてありますこういうって書いてあります何社か見覚えのある。見覚えのあるこういうといえばみたいなね。はでもそんな見覚えがあるよりも私には、はい大阪弁のスクープを狙っているあいつにしか見えませんなんか似てるすごいめちゃり前の彼女にしか見えないなるほど。すごい似てる鋭いですね。鋭いですね相当なんですか、はい本当ですかでも皆さん思いませんすごい似てますよねもうね、ほらまさに想像通り的な。そうですね。鋭いですね鋭いですねそ皆さんのあたりのね、喋りも体験版に入ってるんでね。そうですね本当に大阪弁ってこといや、そこはやってもらわないとやっていただけると。あーなるほどねさあ謎のアイス売りです真ん中のがアイス売りを。まあこれもね田中太郎さんです。はいこれ新キャラですか
新キャラです。新キャラですね。新キャラです。田中太郎さん。謎のアイス売りですね。謎のアイス売り。顔に線入ってますけど、新キャラです。シリーズ2作目には必ず彼がこいつが登場すると言われてる新キャラです。お約束は守っていかないといけないという使命があるのでね、常に僕らはお約束は外さない。必ず果たすようにしてる。ここになんか見覚えのある感じのサザエ的なマークもありますね。サザエ？不思議ですね、見覚えが。なんでサザエよね。何年か前に僕がデザインした覚えがあるんですけど、なんかよう描いた絵だなとは思うんですなんで謎なんだろう、アイス売り。まあ次、そうですね、次、は王帝君。そうですね、西方民国大統領王帝君、西方民国といえば逆転検事をやられていれば、聞き覚え見覚えのある字だと思うんですが、老子流の出身国ですそうですね。なんで、まあ今回ね、検事の体験版は彼大統領に絡む事件が起こるってことで、1話から登場します。おそらく武道とか歴史の深い国がモデルになった国なんで、そこの大統領は当然武術を収め、最強レベルの人間なんじゃないかという労を超え、これぐらい強そうじゃないと大統領にはなれない。隣の謎のアイスショックリーよりも強いかもしれないっていうルックスをとにかく僕は目指して作った感じですね。一番強いはずですね。シリーズ史上最強の男、史上最強がコンセプトですね。のルックスがコンセプト。のルックスが。まあ新キャラ紹介していただいたんですけど、今までのシリーズの中からはどういったキャラクターが、おなじみのキャラクターをさっき教えていただいたんですけど、今日最終日なんで、そこもちょっと知りたいですよね。1話といえばおなじみのある検事さん、あの人は絶対出さなくちゃいけない。お約束は守るというのを俺は守りますよ。どこかに出てくると思うんで、どこかにね。どんだけ嬉しいのかっていう本当に毎回ね、出てくると思うので、そのあたりもこういう感じで出てきますか。なんかこうジェスチャー的にはなんかおそらく唯一全てのシリーズに出てるキャラクターなので、そういう感じで出てきた。そこもまあ期待してもらえるといいかなと思います。嬉しいのかな。ありがとうございます。でもちょっとまだ教えてほしいですよね、新しいことも。そうですね、ちょっとせっかくだからもうちょっとこの朝から本当見ていただいてるんで、じゃあちょっとこの場でですね、今回の特別法廷のテーマである新ライバルオーディションってことでね、そうですね、今回の逆転検事の新ライバルをここで紹介したいと思います。こちらです、どうぞ。はい、出ました。女性裁判官三上はかりさん。じゃあこれちょっとどういう、三剣が特別法廷の中で推理した通りなんですけども、今回最強の裁判官、最強のライバルとして今回は裁判官の三上はかりがライバルとして登場します。逆転シリーズの裁判官というとひげのおじいちゃんしか今までいなかったんですけど、今回初の女性裁判官ということで、彼女のイメージはですね、法律の神様に仕える神官のようなイメージで、とても聖なる女性という、聖女というキーワードは聖女でしたね。デザインですとかしているところですね。すごく物腰の柔らかで全てを包み込んでしまうような優しさに溢れた女性なんですけど、法律の神様に仕えているので、法律を犯す者にはとても厳しいという面も持ち合わせている、そういう二面性を持ったキャラクターですね。三剣はすごく真面目な男なので、彼がすごい真面目に彼女に食ってかかっていくんですけど、もう全て優しさで包み込まれてしまうみたいな、そういうイメージですね。多分三剣にとってはすごく苦手なタイプのキャラクターなんじゃないかなと。逆の感じですか。そうですね。個人的になんかこだわったポイントとか、岩本さんなんか。そうですね、こだわったというか、どんな気持ちでデザインしたかっていうのはお話しすると、本当に綺麗なお姉さん、憧れの女性をどうすれば絵にできるのかっていうのでいろいろと工夫したりしてますね。その髪の毛を編み込むことでうなじを出して、なるほど。で露出度が高ければいいもんではないはずだ、露出度は最低限に絞れば絞るほどその局所が目立つんだみたいな。そんなに自分の市場をキャラクターのデザインに入れていいんですか。それがデザインだと僕はまさにそれがデザイン。じゃあ
あれですか、もう岩本さんの一応こういう形でね、いろいろ今まんまりたくさん情報ね出しすぎても、そうですね、今後このキャラクターがですね三剣とどう絡んでくるのかっていうのは、しっかりゲーム本編で描いていくので、そこも、そうですね、情報をね裁判官とどう対決していくのかというのは、お楽しみにというところで、まあキャラクター的には男のロマンがぎっしり詰まった魅力的な女性であるということは間違いないということで、皆さんぜひ楽しみにしていてください。というわけで本日は貴重なお話をどうもありがとうございました。江代元秀プロデューサー、山崎武史ディレクター、そしてイラストレーター岩本達郎さんでした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。三鏡あかりさん、公平公正をモットーとしている裁判官。彼女こそが逆転検事2の新ライバルです。なぜ新ライバルが決まっているのにオーディションを行ったんですか？他にふさわしい人がいないか平等に確かめたい、そう願った彼女はあえてオーディションを開催したのです。このオーディションは彼女自身が主催していたのか。そういえば彼女は今朝三剣検事のもとに挨拶に向かわれたはずですが。私のもとに？まさか今朝執務室を訪れた人物。新ライバルに立候補だと？そのようなあれは困る。私は主人公なのだ。今さらライバルに戻ることなどできない。君は誰だ？額縁が落ちたのは彼女のせいだったのか。わあ、綺麗な人ですね。なんだか心が洗われるっす。私もこの笑顔を見ると何でも手伝ってしまいたくなりますぞ。異議あり。三鏡裁判官、そんな笑顔で騙される私ではない。有罪無罪を操るとは。確かに検事にとっては最強のライバルかもしれないですね。しかし今回のことは木槌の衝撃によるアクシデント。三剣検事と戦いたかっただけの彼女に罪はないと言っていいでしょう。正々堂々戦うために直接頼みに行くなんて見上げたもんっす。しかも記憶喪失の三剣さんをここまで連れてきてくれたんですよね。いつの間にかみんな彼女の味方になってしまっている。おやおや、二人の人気の差は明らかですな。バカな。主人公としてここで負けるわけにはいかない。三鏡裁判官、今こそ正々堂々と戦おうではないか。残念ながらそろそろオーディションの終了時間のようです。まだ戦いは終わっていない。そうだろう、三鏡裁判官。彼女は時間にも厳しい方なのです。勝負はゲーム本編に持ち越しですな。致し方あるまい。決着は本編でつけるとしよう。しかし逆転検事は法廷ではなく現場が舞台。そう簡単に判決を下せるとは思わないことだ。それでは本日のオーディションはこれにて終了といたします。三鏡裁判官、最後の締めをお願いしますぞ。